皆さんこんにちは。今日はね、もうとても大切なお客さんで呼びますので、まず、可愛いね、リカさん、ちょっとご挨拶してください。はじめまして、AMF 代表取締役の椎木里香です。よろしくお願いいたします。はい。もう一人は、台湾人の間も結構人気ありますので、もうやっぱり、ファンがいっぱいいるの、野島さんです。野島さん、ご挨拶お願いします。はい、ジャーナリストの野島です。今日はよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマとしては、やっぱり、今回はね、日大スタートアップサミットということで、機会のためで、やっぱり、もっと面白いつけたトピック。要するに、私と野島さんはね、やっぱり、昭和時代の人間なんですけど、平成の人間なんですが、それで、お互いで、だからスタートアップ企業という、考え方はね、やっぱりそれぞれが違うと思いますなんです。それで、まず、リカさんから、やっぱり、最初はね、なぜ可愛いというテーマで、要するに、スタートアップということでやりますか？そうですね。私が起業したのは15歳の中学3年生の時なんですけど、はい、その時はちょうど日本のポップカルチャーっていうのがすごく注目されていた時だったので、その可愛いっていうのを世界に発信するっていうのはすごくいいアイデアじゃないかなっていうふうに思って、その時に、2013年なんですけど、その時に起業したというような形で、そこの時にも私が中高生だったので、その中高生であることをただ自分であまり自覚してなくって、周りの経営者の方とかから見て、その高校生から見るとこの商品どう思うとかアドバイスしてくださいとかっていうふうなことをいただいて、これビジネスになるんだったら自分の会社でやってみようっていうことで、その女子中高生のインサイトを企業の方に発信する、アドバイスするっていう、そういった事業を始めて今に至るっていう感じです。はい。リカさんさっき話したの方が、我々昭和時代も結構そういう話があるんですよ。要するにお客様の目線という考え方なんですけど、でもなぜどんどん我々年にとって、そういうお客様の目線がちょっと少なくなっちゃうと、やっぱりちょっと弱くなっちゃうという理由がありますか？野島さん。そうですね。一つはですね、やっぱりみんな自分の経験に基づいて物事を考えるところあると思うんですよ。はい、ですから私たちいわゆる昭和世代、昭和の価値観がありますから、例えば高度成長、はい、あるいはバブル経済。そうですね。ですから今昭和というその価値観を背負って、やっぱり成長すべきだとかね、はい、あるいはもっとお金を使うべきだとか、そういう価値観を持ってるわけですね。はい、ただ一方今のじゃあ平成の世代というのはもう低成長、あるいは失われた20年、そういう中で生きてきた若者、それから成長してきた、今のそうですね、30代40代はそんなに成長を求めるよりももっと個人の幸福とか生活の充実とかそっちの方が大事だというふうに考える傾向があるわけですね。やっぱりその世代によって物事に対する価値観とか考え方が違うというところがあると思います。だからスタートアップっていう意味でも僕らの世代はですね、宇田さんもそうですけど、僕らの世代そうもともとそういう概念がなかったんでありませんよね。ですからスタートアップって何かって聞かれても、それは何だろうとそうなん思っですね。てしまうんですよ。ですけども今日のこのいろんなセッションを聞いていて、やっぱりこういうものがスタートアップなのかというのがまず分かると。しかもやっぱり思いつくのは、当然スタートアップというのは当然若い人たちの仕事だという感じがすごくしますね。ですから私たちの今もう昭和世代、おじさんたちにはですね、その人たちを応援することが第一で、やっぱりスタートアップという部分についてはやっぱり日本と台湾の若者がこれからどんどん生み出していくべきだと、そんなふうに感じました。じゃあ、リカさんの、そういう、見たの、やっぱり我々はタイプリカさんのお父様ちょっと、同じくらいの年代かもしれないと思いますなんですけど、どうもですか、昭和のそういう二人のそういう昭和の人間としては、価値観と今の平成の代表としては、一番違うのところと、やっぱり憧れ、聞きたいなんですよ。昭和の人間だから、昭和のことも、平成の方がもうそういう憧れることあるかどうか、ちょっと聞きたいなんですよ。それがちょっと伺いたいと思います。そうですね。憧れとかもちろんあると思っていて。ありますよ。特に、最近ですと、Y2K っていう、グローバルトレンドありますけど、その2000年代のものだったりとか、あと、日本だと今、ギャルがすごく流行っていて、その平成の雰囲気を持った女の子たちがどんどん増えているっていうのは、その昔の文化とかそのカルチャーとか可愛いっていうのを
受け入れてるというか、むしろそっちの方が今より可愛いよねっていうような形で、今の Z 世代の子たちを思ってるのかなっていうふうに思っているので、もちろんそのデジタルネイティブなので、そういったこう SNS とかそういうことを駆使してビジネスをやっていくっていう点では、やっぱ我々、平成世代とか、もっと若い世代とかの方が、より詳しいというか、そこに対してもっとビジネスしていけるなっていうふうに思うんですけど、それ以外の文化とかそういったカルチャーに関しては、すごくリスペクトを持ってというか、羨ましさはもちろんあると思います。やっぱり野島さん、台湾の方が結構昭和の雰囲気はね、残りますなんですよね。野島さんもなんかコロナ前は結構台湾にいたり来たりで結構あるんですけど、どう思うですか？それ台湾の昭和感が日本より強いか、それとも他もちょっと異なることがありますか？そうですね。台湾の人たちは、割と歴史的なね、建造物とか、それから、そういう街並みを割と今も多く残してるんですよ。ですから日本人が台湾に行くと、例えば台北の裏通りなんかに行くと、これは昭和っぽいとかね、台南に行くとすごく昭和だって感じる、そういう懐かしさはあると思いますね。ただやっぱり本当台湾と日本を比べると、やっぱりこう国の発展段階が違っていて、台湾の方がどちらかというと若い国っていう感じがしますよね。どう思うですか？昔はそういうプライドはもう結構皆さんはね、やっぱりじゃあこれがいい、日本精神とかいいと思うんですけど、今二人となんかそういう話してきて、今ちょっと日本人の間がそういうプライドは高すぎじゃないなと感じます。私そういう感じではちょっと正しいか間違うですか？野島さん。なんかプライドをどこに置くかっていう問題で、やっぱり日本の良さとかね、日本人の誠実なところとか真面目なところとか、例えばね、日本人はすごく台湾の人たちが台湾と日本がねビジネスをやってて最初に一番ぶつかるカルチャーギャップっていうのは時間を守るところですね。ああ、そうですね。日本人がちゃんと時間守りますけど。今日だって会場に私は30分前に着いてましたけど、台湾の人誰もいなかったですからね。そうですよね。それはでも台湾の場合は始まってから約束の時間が30分後までは一応大丈夫なんです。特に披露宴の時。そう、披露宴は、6時半って、ちゃんとね、なんか招待状の方は6時半で変えたんですけど、みんなはね、7時で行ければちょうどいいと思いますと。日本の場合は、その約束の時間の30分前から約束の時間までが、台湾には30分後。そう違いがあると。はい。そういうところがあったりとか、あるいはそのメールに対してもね、はい。日本の場合は、例えばそうですね、来たメールには必ず返事するとか、はい。ありますが、台湾の場合は、あんまり返事がしなかったりすぐに来なかったりっていうね、はい、そういうギャップがあるわけですね。そういう部分を一個一個付き合ってると乗り越えられるんだけれども、はい、台湾と日本があまりにも文化的には近い部分もあるし、顔も似てるしね、はい、お互いの感情もいいから、はい、そういうカルチャーギャップがないと思っちゃう、はい、そこで最初につまずくんですよ。なるほど。だから日本でビジネスマンが台湾に赴任して最初は台湾の悪口ばっかり言うんです。時間守んないとか、そう、あるいはね、メールに返事しないとか、没問題は有問題とか、没問題本当に上司に報告連絡相談をしないとかね。全然ありません。あれ何それ。でも台湾の場合はどちらかというと結果重視、効率重視、やってればいいじゃないのという感じですからね。で、そういうカルチャーがあとは台湾の人たちが言うとですね、台湾の人たちは家族との結びつきが強いんです。そうそうそう。お母さんが病気になったりとか。いや、だから出社しません。出社しません。はい。子供がなんとかとかね。はい、いけません。親とかおじいちゃんおばあちゃんの用事は絶対仕事本当かどうかわからないけど。日本の場合はそんな家族の用事なんて言って仕事休むなんてね、お前は愛社精神がないんだとか、仕事が好きじゃないかっていうふうにすぐ批判するけれども、仕事に対しても失礼と思うですね。ところがやっぱり台湾の場合は、彼はちょっとおばあちゃんがちょっと病気になってる。そうかそうかしょうがない。はい。そういういろんなギャップがあるんで、やっぱりお互いをリスペクトするっていう意味では、そういうところをちゃんと抑えながら、価値観の違いを埋めて、で付き合っていければいいと思うんですよ。ただやっぱり日本と台湾で一番大事なのは、お互いがすごく好きであるっていうこと。ですよね。信頼関係もあるしね。やっぱり日本の人口、多分日本だともう8割9割の人が台湾好きって言うでしょ。なかなかね、これだけ安心して付き合える国はね、ないので、そういう多少のカルチャーギャップを乗り越えて、やっぱりゴートギャザーですよね。はい。これはやっぱり大事だと思います。例えば大学、さっき集団主義って福田さんおっしゃったけど、はい。やっぱり日本ってある部分集団主義の社会的なルールがあって、
で若い人たちのその個人主義って今衝突してるんです。ですよね。例えば就職活動、はい。今一斉にあります。はい。それは企業がそうするから若い人たちもそうせざるを得ないんですね。ですよね。だけど本当は若い人たちもね、22歳で大学を卒業してすぐに就職なんてしたくないんですよ。はい。しかも3年生から就職活動するんですよ。大変ですよ。大変ですよね。台湾はこれ就職活動いつしてるかみんな分かんないうちに就職します。分からない。全然分からない。そういう考えことない。でしょ、自分で探して自分で就職して。そうそうそう。しかも大学を出ても別にすぐに就職しないで、大学院にね、結構文系でもみんな行ったりするし。そうそう。で、本格的だから就職するのは20代後半とか30歳ぐらいでいいと思ってるんですよ。そうですね。就職してもすぐ2、3年ですぐ変えるしね、若いうちは仕事を。だからそういう意味で言うと台湾の若者がより多くの柔軟性を持った社会習慣の中で、例えばこれスタートアップにしてもね、取り組むことができると。日本の場合はスタートアップしたいと思っててもどこでするのと。その前にみんな集団主義で就職活動してるから、社会のプレッシャーはねいっぱいありますね。プレッシャーが大きい。仲間もどんどん就職する、親もプレッシャーかける、学校もプレッシャーかける。そうそうそう。企業はそこしか門戸を開いてない。はい。どうすればいいんだかと。はい。僕は本当にだからそういう意味で言うと日本社会はまずねそこから変えなきゃいけないと思うんです、若い人にその集団行動集団主義のプレッシャーをかけない、はい、30まで遊んでてもいいんだと、いろんなトライアンドエラーで失敗をたくさんして、その中から成功が生まれてくるっていうね、そういう価値観に、若い人たちをこう解き放ってあげたいなと思ってるんですけど、なかなかこれがね日本難しいんですよね。難しいよね。そうですね。だからそういう感じで、やっぱり日本という環境はね、日本社会という環境は、あまりスタートアップのいい環境と思わないと感じますなんですよ。お二人でどう思うんですか、野島先生。ですから本当にやっぱりいい環境じゃないんですよ。ですよね。スタートアップにやっぱり失敗が必要なんですね。ですよね。で失敗の中から経験を学び取って、それで次に成功につなげる。大体ですから成功する人は何度か失敗をして、でその後成功する。いきなり最初から成功する人なんて、本当にそうそういないんですよ。で成功してもまた失敗するしね。そうですね。でも日本は失敗した人にすごい冷たい社会なんですね。はい。要は原点主義っていうんですけど。負け犬だという感じ。そうそう。で一回失敗したりすると永遠にそのレッテルをねこう貼られるわけです。そう。それで劣等感もどんどん超えてますよね。でもね台湾の人たちはいいところはね。はい。人の過去をあんまり覚えてないんですね。はい。あんまり気にしないんですよ。気にしない。はい。だから例えば私なんかもね、かつてじゃあ朝日新聞で仕事してましたと。はい。日本だと元朝日新聞の野島さんって紹介されるんですね。はい。でも台湾だと誰も僕のことを朝日新聞にいたって覚えてないんです。そうですね。今はじゃあジャーナリストの野島さん。はい。あるいは単なる野島さん。はい。で通用しちゃうんですけど、はい。日本の場合は過去。はい、肩書きがないと生きていけないという、ね、そうこれもね面倒くさいし、だからそういう意味で言うとスタートアップってゼロから始めることでしょ、はい、ゼロっていうのは何もないってことじゃない、タイトルもない肩書きもない、聞いたこともない会社だと、そんな人を誰がお金もない誰が信用するんですかという話ですよね。だからスタートアップには向いてないと、はい、そういうやっぱりカルチャーとかを変えていかないと日本がスタートアップに適した場所だっていうふうにはならないし、はい、成功例はもちろんありますよね、はい、だけどもたくさんは出てこない。そうですね。そんな気がしますね、私は。そうですね。